皆さんこんにちは、レンです。僕は今、公園にいます。公園のベンチに座っています。座る。座るね。座る。本当はいつもみたいに歩きながら動画を撮りたいんですけど、ちょっと今日はとっても暑いので、座って動画を撮ろうと思います。さっき歩きながら動画を撮ったんですけど、なんかカメラが熱くなっちゃって、カメラの電源がオフになってしまいました。なので、はい、今日は涼しい場所で動画を撮ろうと思います。突然ですが、皆さんはお酒を飲みますか？お酒。ビールとか、ハイボールとか、ウイスキーとか、お酒ですね。お酒。皆さんお酒は好きですか？皆さんお酒を飲める年齢ですかね？年齢。年齢っていうのは年のことです。僕は23歳ですね。年。日本では20歳になったらお酒を飲めるんですけど、海外はどうですかね？まあ大体20歳くらいから皆さんお酒を飲むと思うんですけど、皆さんお酒好きですか？今日の動画では外国語を話すときにお酒を飲むとうまく話せるということについて話したいと思います。そうですね。まず言葉の説明をしたいと思います。お酒は皆さん知ってると思いますが、お酒を飲むと酔います。酔う。わかりますか？酔うっていうのは、ふらふらしたり、ぼーっとしたり、笑ったり、泣いたり、お酒を飲むと酔いますよね。それが酔うです。たまに吐く人もいますよね。気持ち悪くなって、酔って吐く。はい。それが酔うです。お酒を飲むと酔います。で、酔った人のことを酔っ払いっていう風に言います。酔っ払い。酔うと酔っ払うは同じ意味なんですけど、酔っ払ってる人のことを酔っ払いと言います。で、今日の動画では、お酒を飲んで酔っ払うと外国語がうまく話せるということについて話します。僕はそんなにお酒を飲まないんですけど、もうすごい弱くてすぐに酔ってしまうので、あんまりお酒を飲めないんですけど、たまに少しだけ飲んでいます。仕事の人と一緒にご飯に行ったり、友達とご飯に行くときにたまにお酒を飲みます。一回、外国人がやっているバーに行ったんですよね。外国人。何人かな？オーストラリアかな？オーストラリア人がやっているバーに行って、少しお酒を飲んでいたんですけど、そこに外国の人が、アメリカの人ですかね。アメリカ人が横にいて、で、少し話したんですよね。英語で。彼は日本語が話せなかったので、英語を話したんですけど、酔っ払ってると、めちゃくちゃうまく話せませんか？なんででしょうね。皆さん経験ありますか？僕はその時、すごい酔っ払っていて、当時は英語勉強中だったので、そんなに話すことができなかったんですよね。英語を、中級者くらいのレベルだったので、中級者、真ん中くらいですね。中級者レベルだったので、英語をうまく話せないなーって悩んでいたんですけど、その時、バーで酔っ払っていた時は、すごいスムーズに英語を話すことができたんですよね。で、なんでだろうってずっと考えてたんですけど、酔っ払うと不安とか緊張とかなくなりませんか？外国語を話す時ってすごい緊張するじゃないですか。間違ったこと言ったらどうしようとか、聞き取れなかったらどうしようとか、うまく発音できないとか、いろんな悩み、不安があると思います。で、多分その不安だったり緊張っていうのがストレスになって実際に話すときにうまく話せないっていう人もたくさんいると思うんですよね。僕もその一人で、やっぱり緊張しますよね。うまく話せるかどうかとか、話してる人の内容がわかるかどうかっていうのがすごい怖くて、なかなかリラックスできなかったんですけど、お酒を飲むとそういう不安だったり緊張っていうのがなくなります。もちろん飲みすぎには注意ですよ。飲みすぎて、倒れてしまうのは良くないですけど、はい。飲みすぎは良くないけど、少し
酔っ払うくらいが一番ちょうどいいんじゃないかなって思います。酔っ払ってると、なんか緊張とかしなくなりますよね。普段考えてる悩み、うまく話せないっていう悩みが酔っ払ってるとなくなるので、すごい楽しく会話ができると思います。話し方とか自分の英語、自分の言語のスキルに注目するんじゃなくて、その今起きてる会話、それ自体にすごい集中できるようになるので、会話がすごい楽しいですし、スムーズに話せるようになるんですよね。なので、お酒を飲んで少しだけ酔っ払った状態で話すっていうのは結構いいと思います。もちろん、大事な時に飲んじゃいけないですけどね。日本語の試験の前にお酒を飲むっていうのはダメですよ。さすがにいないですよね、そんな人は。試験の時にお酒を飲んだり、面接、インタビュー、面接の時にお酒を飲んだりするのはダメですよ。ダメですけど、もっとカジュアルにコミュニケーションを取る場合は、お酒飲むの結構いいと思います。はい。もし、お酒を飲める年齢ならね、もしあなたがお酒を飲める年齢なら、はい、一度試してみてください。すごい気になるんですけど、皆さんの国は何歳からお酒を飲めるようになりますか？ヨーロッパってなんかすごい若い時からお酒をたくさん飲んでるイメージがあるんですよね。ロシアとかわかんないですけどなんかロシアってお酒のイメージありますよね。ウォッカですかね、ウォッカ。ロシアはすごいみんなお酒を飲むっていうイメージがあります。ステレオタイプですかね。皆さんは何歳の時に初めてお酒を飲みましたか？僕はちゃんとルールを守っているので、20歳になったらお酒を飲みました。はい。20歳より前はお酒飲んでません。あと、お酒について少し気になることがあるんですけど、海外って外でお酒を飲んじゃいけないんですかね？外っていうのは公園とか道路とかでお酒を飲んじゃいけないんですかね？日本では結構公園とか外とか、なんか道路とかでお酒を飲んでる人もいますね。それ自体はそんなにマナーのいいことではないと思うんですよね。マナーはあんまり良くないですけど、ルールとしては別に問題なくて、道路でお酒を飲んでも別に犯罪ではないんですよね。で、なんか YouTube を見てたら、日本では道路でお酒を飲むことができるみたいな動画を見て、逆に日本以外の国は道路でお酒を飲めないんだってすごい思いました。実際どうなんですかね？皆さんの国ではそういう外でお酒を飲むのって禁止されてますか？禁止できないですか？ちょっとそれが最近気になってますね。日本では別に外でお酒を飲んでもいいんですよね。たまに電車の中でお酒を飲んでる人がいるんですけど、それはあまり良くないですよね。でも多分犯罪ではないというか、ルール的には問題ないと思います。マナー的には良くないですけど、はい、なので電車の中ではお酒は飲まないようにしましょう。はい。どうなんですかね？他の国の電車とかはみんなお酒飲んでますか？なんかあんまり海外だと外でお酒を飲んでるイメージがなくて、だいたいお店の中とか家とかで飲んでると思います。どうなんですかね？もし知ってる人がいたらコメント欄に書いてくれると助かります。お酒は飲みすぎてはいけませんが、少しだけ飲むと、リラックスできると思うので、ぜひ次日本語を話すときに少しだけお酒を飲んで話してみてください。はい。飲みすぎ注意ですよ。何回も言いますけど、あんまね、飲みすぎちゃいけないですけどね。僕の動画もお酒を飲みながら見るのもいいかもしれません。どうなんですかね。リラックスできるなら、ぜひお酒を飲みながら僕の動画を見てください。はい。では、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。